皆さんこんにちは。いつもシステム組み立てチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。株式会社フライクの大滝と新堀でございます。今日はですね、はい200ページ以上あるホワイトペーパーめっちゃ頑張って作ったのがあってどうしても熱く語りたいということで4部作の3部作目システム導入で失敗する前に読んでほしい業務フロー設計の進め方ということで今日は大規模システム導入成功に向けた4つの導入ステップをお話をしていきたいと思います。もちろんこの動画から見ていただいても内容は理解できると思いますしより理解をしていきたいなっていうことであれば1部作目と2部作目をぜひご覧ください。成果努力で作られる早速スタート。大規模システム導入成功に向けた4つの導入ステップをお話をしていきたいと思います。まず1つ目がビジネスモデルの再認識。2つ目が現状業務フローの見える化。3つ目が業務フローシステムの見える化。そして4つ目がシステム設計のこの4つのステップについてお話をしていきたいと思います。まずビジネスモデルの再認識ということでビジネスモデル、商品単価、売上構成要素、顧客への提供価値、顕在化している課題を抽出のこの5つなんですけどシステムを導入するときにこのビジネスモデルの再認識ってしていない企業さんたくさんあると思うんですよね。ただ私たちフライクではめんどくさいかもしれないんですけどこういうことをやってます。具体的に何をしているかっていうと利益を確保するためにはシステムで原価管理をしたいですであったりとかそれをするためにはしっかりと上流のマーケであったりセールスだったりとかを聞いていっていくんですけどそれを聞くにはお客さんのことを知らないとヒアリングすらできないんですよね。我々が全く業務のことを知らないのにシステムだけを作るとちんぷんかんぷんなことのシステムを作ってしまうのでまずお客さんのことをしっかり理解するっていうことをやってます。それがこの5つなんですよね。このビジネスモデルを理解するのところで新堀さんが日頃注意していることとかお客さんが違和感を持ってるけどちゃんと説明してヒアリングしていることってあったりしますか？やっぱり一番考えるのはお金の流れとか登場人物、人とお金かなは結構意識しますね。なぜ意識するんですか？誰が登場するかわからない状態でシステムなんか作っちゃうとそもそもそのシステムを誰が使うのか誰が見るのかっていうのもわからないですし同じビジネスモデルでもいろんな部署いろんな人たちがいるのでそこをちゃんと把握した上でこの人たちはこういう情報がいるよねとかこういうことをしてるよねっていうところをしっかりと把握するっていうところあとはまあお金の流れっていう観点なんてやっぱり最後分析してみたいとかってなってくるとやっぱ売上とか原価とかっていう話になってくるのでそのお金の流れっていうのがどういうふうに動いていくのかっていうところは結構意識して聞いてる部分になるかなと思います。そうですよね。お客さんのことを知らないと武器となるシステムっていらない武器かもしれないですしね、不要な武器かもしれないのでしっかりとした使える武器を提供するっていう観点でもそれがシステムっていう武器であればこのビジネスモデルとかお客さんに対する提供価値ですねを把握することっていうのが必要不可欠だと思っております。そして2つ目が現行業務フローの見える化なんですけど先ほどビジネスモデルを聞いていってお金の流れや売上の流れっていうのを聞いていくっていう風なところにも一部重複するところはあるんですが商品やサービスの受注に至るまでの経緯そして承認、請求、入金会計入力のフローそして最後に顕在化している課題の把握と抽出をしていきます。具体的に業務フローの洗い出しをマーケティング領域、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスサービスプロセスまでしっかり把握するんですよね。すべての業務のことを聞いてしまうとすごく長い時間のヒアリングがかかってしまうので概要しか聞かない時もあるんですけどこの概要でもするメリットがあります。具体的にどういうふうなメリットがあるかっていうと全体最適化を目指すシステムを作るときには会社全体を鳥の目で把握する長官図っていうのを作ることが必要なんですよね。具体的にどういうふうなものを作るのかは、後ほどお伝えをしますがサービスの受注まで入金までっていうのをなぜ聞くのかっていうところでなんで聞かなくちゃいけないですか？聞かないとシステムも分断化じゃないですけど繋がらないっていうところがあるので全部をちゃんとお聞きした上で
システムもその業務、頭からお尻につながるようなことを作っていきたいから聞いてます。その通りなんですよ。我々が一番得意とするところっていうのが、ERP って言われるエンタープライズリソースプランニングっていうのを SaaS の組み合わせで作っているんですけど、我々得意分野が、セールスソースとかフリーとかバックログとかサンサンとかだったりするんですけど、ぶつ切りで使ってる企業さんめちゃくちゃ多いんですよね。めちゃくちゃもったいないんですね。セールスソースをしっかりとその情報が集まる箱として使うのであれば、いろんな IT ツールと連携をしていった方がより便利に使うことができるので、じゃあ自分たちが契約管理しかセールスソースを使いませんって言っても、じゃあなぜ契約が生まれるのかっていうところを聞いていくことによって、じゃあここまで管理しないとダメだよねっていうところをしっかりヒアリングするためにも、この工程をやっております。3ステップ目ですね。業務フローシステムの見える化ということで、先ほどお伝えしたマーケティング、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス、サービスプロセスの全ての領域で現状利用しているシステムがいつ、どこで、誰が何のために利用しているのかをしっかり洗い出しをしていきます。つまりそれをすることによって無駄な作業や二度手間や二重入力が発生している状況をあぶり出して、あるべき姿をしっかり考えることができるようになります。この3ステップ目をやっていることでよく出てくる言葉があるんですけど、この業務している必要はわかりません。なんでしてるんですかって聞くと、いや従来のやり方であったりとか先輩から教えてもらったことなんです。じゃあその先輩に聞いてみましょうっていうことで、聞いてもらえますかって言ったら、いやもう退職済みでみたいなことがあるんですけど、じゃあやめりゃいいやんっていう話なんですよ。なので、この無駄かもしれないんですけど、マーケからサービスプロセスまで、いつ、どこで、誰が何のためにやってるかっていうのを全てあぶり出すっていうのが必要な工程なんですよね。そして、新たに作ったシステムが企業として最適なのかを経営陣やマネージャー陣に共有するためにも必要なんですけど、例えば私が先ほど契約管理だけのツールを入れたいですってなったら、費用対効果ってあまり出ないと思うんですよね。ただ、組織の全体を最適化を考えて、じゃあその契約が一番発生するマーケのところからセールス、じゃあサービスプロセスで、そしてリニューアルをするような契約の商品だったら、バックオフィスのメンバーまで全てがハッピーになりますよっていう風な提案を受けたら、経営者っていうのは判断しやすくなると思うので、しっかり業務全体を把握した上で、ここの部分だけではなく、ここを改善することで、他の部分も楽になりますよっていう風な提案をした方が、経営陣やマネージャーは前に進めやすく承認をしやすくなるので、この工程は必要不可欠になります。そして最後、システム設計のステップです。システム導入後のイメージを共通認識にするためのシステム設計なんですが、これあまりやってる企業さん見ないんですよね。残念ながら我々が得意とするセールスソースとかフリー会計を導入しているようなパートナーさんでもシステム設計書は見ないんですけど、我々は絶対、このシステム設計書を作らせていただいております。そしてそのシステム設計書を作ることでシステム開発費用を算出することができたりとか、導入後のイメージの確認ができるんですよね。このシステム設計書を作るときには全ての機能のシステム設計をすることが多いんですけど、ステップを分けて導入することもできます。例えば限られた予算があって、今期使える金額は1000万円です。ただやりたいことがたくさんあって3000万円ですっていうことであれば、3年計画でステップを分けることもできるし、ファーストステップでやった内容を実は、そのファーストステップで実現したらセカンドステップってやらなくてよかったよね。じゃあ3ステップ目の方も行った方がいいよねっていう風な状況にも発展する可能性もありますので、必ずこのシステム設計っていう風な工程を通してやっております。ここまで大規模システム導入成功に向けた4つの導入ステップということで、この1番から4番まで説明をしてきましたが、新堀さんが最も注力するところとか、お客さんに説明するときに丁寧に説明する箇所、強いて言うんだったらどこですか？難しいですね。全部で言いたいもんね。そうですね。どこだろうな。でも私が一番やっぱり聞きたいのは1番ですかね。1番が分かると、なんとなく2、3
さんもこういうことやってるんだろうなとか、こういうことやりたいんだろうなっていうイメージをつけた上で、こっちもちゃんと理解した上で、準備した上で臨めるので、やっぱり1番をしっかりと理解して、どういう人たちがどういう会社でどういうビジネスモデルでこの売りを上げるためにこういう活動をしているっていうのが分かれば、2番3番4番っていうのも進めやすくなるので、やっぱり入り口ってすごく大事だなと思うので、一番最初丁寧にやってるかな。全部やってますけどね、丁寧に。私4番かと思いました。大体お客さんってわがままじゃないですか、あんなこともしたいこんなこともしたいって蓋を開けてみると、すっごい超リッチな機能になってて、費用がみたいなことになるので、このシステム設計のところは理想を作りましょうっていう工程なので、まだシステム開発費用かかってないわけじゃないですか。ただそれでもちゃんと見えるものを作っていきましょうっていう観点で言うと、このシステム設計に注力しているのかなと思いました。システム設計もしっかりやってますけど、やっぱり123を元に4ができるので、123がない中で4を作ろうってやっても無理なので、やっぱり前の工程がやっぱりすごく重要かなと思いますね。私、失敗している企業さんはこの1番から4番全てないと思うんですよね。なんで全てなくなっちゃうんだろうね。めんどくさいのかな、伝えるの。めんどくさいっていうのもあるでしょうし、もうスケジュールがパツパツでもう作り始めないといけないっていうのもあるでしょうし、ベンダー側もやっぱり早く受注したいから、そうだね、作りましょうっていう提案をしちゃう。もう最悪ですよね。ではここから具体的に私たちフライクがすごく大切にしている設計書についてお話をしていきたいと思います。業務設計書とシステム設計書があります。まずそれが何ぞやっていうお話なんですけど、まずシステム導入には欠かすことができないのが業務設計なんですよね。で、業務設計は家づくりにおける設計と同じでめちゃくちゃ重要になってきます。先ほどもお伝えしたように、会社のビジネスモデルであったりとか、売上に直結するフロントオフィス、セールスですね、における業務の流れとか、利益を残すためのバックオフィスとかサービスプロセスっていったところのヒアリングをしっかりしていくのが、この業務設計になります。じゃあ、その業務設計とシステム設計をした結果、このような綺麗なシステムになると思っております。業務設計とシステム設計を行うことで、組織全体が最適化されたシステムになるんですけど、仮に業務設計とシステム設計がされていなければ、継ぎはぎだらけのぐちゃぐちゃというか、バランスの悪いシステムになっちゃいます。もちろんこういう風な左側のこういう風なシステムにしたい方っていうのはいないと思うので、今から右側のシステムを作るための業務設計とシステム設計についてお話をしていきたいと思います。まずそれをするメリットなんですけど、重複はしますが、一つ目、自部門と他部門の業務フローのつなぎ目をなくすことができるんですよね。つなぎ目です。マーケ、セールスだけのシステムを作るんだけだったら、こういうこと関係ないんですけど、全体最適化をすると、組織は業務が流れていっているので、マーケからセールスからサービスプロセスって流れていくので、情報が落ちやすいのは部署と部署の間、業務と業務の間になるので、ちゃんとつなぎ目を意識することなんですよね。なので理想的な業務フローを部署をまたいだ状態で共通認識化することが重要になります。そして2つ目のメリットが、理想的な業務フローができますので、それから逆算したシステム導入後のイメージが把握することができる。そして3つ目が、企業の成長に合わせて機能追加が可能なシステム基盤、システム投資を最小限にすることができるっていう風なメリットがあります。これについて深掘りをしていきたいと思います。まず一つ目のつなぎ目をなくすっていった観点だったら、このマーケティング、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス、サービスプロセスまでの全ての領域において業務フローをしっかりヒアリングをしていきます。なので PL がどうやって出来上がるか、BS がどういう風に出来上がるかっていうのを聞いていくのと同じになります。その結果、理想的な業務フローができますので、そのシステムをどういう風に作るのか、マーケティング
で作ったシステムをセールスにどういう風に渡したらいいのかっていう風な理想的なところから逆算した状態でシステムの導入のイメージができるようになります。そして3つ目なんですけど、全ての機能を1回で作ってしまうと、もしかするといらない機能に投資してしまうかもしれないし、ビジネスモデルが変更するとか、市場が大きく変化するときに対応できないシステムになる可能性もゼロではないと思うので、まずシステム設計をした後に絶対作らなくちゃいけない緊急度の高いもの、優先順位が高いものから取り組んで、そのファーストステップが終わった半年後とか1年後に、じゃあ次のセカンドステップをやろう。ただこれって今本当にいるんだっけ、いらないんだっけっていうのをちゃんと取捨選択した状態で機能を追加するっていうのが、このシステム設計をするメリットになります。具体的にどういう風なアウトプットかっていうと、業務設計書っていうのはこういうものになります。まず業務の流れですので、マーケのところで言うと、横軸に業務の流れ、フライクを知る、より興味を持つ、問い合わせ、アポイントが確定する。これがまさにセールスのつなぎ込みのつなぎの部分ですね。そして縦軸が人やシステムを入れています。まず名前を知らない人、メールアドレスを知る、名前を知る、そして最後にシステムの流れを書いております。こういう風に概要の業務フローを作ることがまずファーストステップです。マーケティングのところだけではなく、セールス、プロジェクト管理領域における業務フロー、バックオフィス領域、商談受注から債権管理までの業務フロー、そして給与計算から支払い管理における業務フローっていったことをしっかりしていくのが業務設計書になります。そして、どこの領域をシステムで作りたいかっていうのをしっかりと決めた上で、それをシステム設計書を作っていくっていう風な工程をやっていきます。ここまでが、今日お話をしたかったシステム導入成功率を左右する業務設計書とシステム設計書なんですけど、新堀さん、改めて業務設計書とシステム設計書をやってない方にお勧めするんだったら、こういう観点でやった方がいいよみたいなのあれば補足いただきたいです。まずは全業務を洗い出す。もう理想なんかどうでもいいので、今これをやってるっていうところをまず洗い出すところからスタートしていただきたいなっていうふうに思います。で、そうすると自分目線っていうよりかは他人目線で見ていくと、なんでこれやってんのとか、これ意味ないよねっていうのが多分出てくると思います。なのでそれをもとに、じゃあこうなればよくないとか、これいらないんじゃないっていうのを選択していくと、おそらく理想の業務フローっていうのになるので、あとはそれを実現するためのシステムを選んでいく、探していく、設計していくっていう工程を踏んでいけば、おのずと綺麗になっていくはずなので、まずは理想なんかどうでもいいので、今の現状を洗い出すっていうところをしていただくことをお勧めいたします。その業務フローの洗い出しは、我々フライクな企業がコンサルティングしないといけないものなのか、自社だけでやっていいのかっていうとどうですか？自社でできる方はやっていいと思います。ただその後に、じゃあ理想をどうしようっていうところになると、じゃあこのツール使った方がいいよねっていう、ちょっとそういった知識っていうのは難しいと思うので、そういったところはやっぱりコンサルを入れていただいた方がやりやすいのかなと思います。じゃあ現状の業務は自社でもできます。ただ他人の目線というか、しっかりと全体最適化するんだったら、我々のような上流コンサルティングができるような企業さんに頼むのもよしと。はい、ただ理想をするときには、いろんな IT ツールの知見であったりとか、他社の業務フローを改善した知識が必要になるので、我々のようなコンサルティングファームと一緒にやりましょうっていう流れですね。ありがとうございます。では今日の動画はここまでなんですけど、これが3部作目、4部作目の話をしていきたいと思います。最後、システム導入成功率を高める業務設計書の進め方っていうことで、我々フライクが実施している業務設計のノウハウをなんと大公開しちゃおうと思っておりまして、我々の仕事なくなるかなって正直思ってるんですけど、なんか我々が全ての企業さんのシステム導入成功率を 100% にすることはできないと思っておりますので、この4部作目を見ていただきたい方は、もちろんユーザー企業さんでシステム導入成功率を高めていきたいなと思ってる企業様なんですけど、我々のように IT ツールであったりとかシステムを導入している企業さんにも見てもらいたいなっていうふうに思っております。そのポイントだけを3つ端的にご紹介をしたいと思います。まず1つ目が新人が見ても分かりやすい用語で記載すること。2つ目はシンプルパターンから考えること。そして3つ目は書き方はシンプルかつ大胆に。この3つについて深
深掘りをしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次の動画アップをお待ちください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。たくさん話したでもこの動画を見てくださっている方はこの資料を全ては見れていないと思いますので、ぜひ概要欄に貼っておきます。こちらのホワイトペーパー多分200万円から250万円ぐらいあってお腹いっぱいになると思いますが、無料でダウンロードすることができますので、ぜひいろんな方見ていただきたいと思っております。もちろんダウンロードしていただいたからといって暗いから電話するとかしつこい営業するってことは一切していないので、ぜひ皆さんのビジネスにお役に立てると嬉しいです。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。